皆さんこんにちは。魚で野菜を育てるアクアポニクス大学です。この動画ではアクアポニクスの栽培方法の一つ、メディアベッドについて解説していきます。アクアポニクス大学ではアクアポニクスに関する知識や制作の様子など様々な情報をこれからも発信していきます。ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。今回の動画の感想やアクアポニクスについてこんな情報が知りたいなどご要望がありましたらコメントしてください。今回の動画はこの流れに沿って説明していきます。メディアベッドとは何か、次にメディアの種類について、最後にメディアベッドのメリット・デメリットについてです。それではまずメディアベッドとは何か解説していきます。メディアベッドとはメディアと呼ばれる培地を利用したアクアポニクスで、小規模なアクアポニクスで最も利用されている栽培方法です。メディアベッドはフィルターを設置する必要がないため、シンプルな構造となっています。メディアには3つの役割があります。1つは植物の根を支える役割、2つ目に魚の糞をキャッチする物理フィルターとしての役割、3つ目に微生物を増やし魚の糞を分解する生物フィルターとしての役割です。この3つの役割があることによってメディアベッドはシンプルな構造でありながらアクアポニクスとして機能することができます。こちらは実際のメディアベッド方式のアクアポニクスです。左の写真はシンプルに水槽、栽培槽を支える台、そしてポンプと配管で構成されています。右の写真のアクアポニクスも栽培システムの構成は同じですが、ビオトープのようなデザインがされています。メディアベッドのアクアポニクスは余計な設備がないため、配管も最低限の資材で済み、水漏れなどのトラブルも少ないと言えます。また、メディアベッドはシンプルな構造であるからこそ、室内でアクアポニクスを作る際にもよく選ばれます。小さいアクアポニクスでも機能は大きい設備と変わりません。メディアベッドは手軽に始めやすいアクアポニクスとも言えるでしょう。では次にメディアベッドにはどのようなメディアが使えるか解説していきます。まずハイドロボールです。アクアポニクスで一般的に利用されるハイドロボールは粘土を高温で焼いて発泡させたボール状の人工土です。軽量で丸く扱いやすいことに加え、ハイドロボールの中は多孔質になっています。そのため微生物が多く繁殖することができます。価格は少し高価であるため予算に応じて利用しましょう。次は溶岩を細かく砕いた溶岩砂利です。溶岩も非常に多孔質で軽量な素材です。市販されているものは 10kg で約20リットルぐらいの体積があります。アクアポニクスの先進地であるハワイではよく使われているメディアです。自然由来の素材であるため形がバラバラです。そのため少しハイドロボールより扱いにくいかもしれません。では最後に瓦のチップと砂利です。瓦も多孔質で手に入れやすい素材です。水槽の水質浄化にも利用されていたりしますので実績は申し分ないと思います。ただ重量があるので栽培槽の台の強度を大きくする必要があります。砂利はホームセンターなどでも手に入りコストは安いです。しかしながら砂利も重量が重く多孔質でもありません。それでも管理の仕方によっては十分活用できるでしょう。ここでメディアを選ぶ際のポイントを紹介します。1つ目、 pH が中性で不活性のものを利用しましょう。水質に影響を与えアルカリや酸性に変化させてしまう素材や腐敗してしまうような素材はアクアポニクスのメディアとしては向かないでしょう。2つ目、排水性が良いものを選びましょう。水を蓄える素材は水の循環を悪くしてしまうためメディアにはあまり向きません。3つ目、強度があり素手でも扱えるような素材を選びましょう。軽石のように使用している間に壊れてしまうものはメディアに向きません。また角が鋭利なものや繊維質で手を傷つけるような素材も使用するのはやめておきましょう。4つ目、芽が詰まっている素材では魚の排泄物が溜まってくると水があふれる原因となります。
また、水が通りにくくなると水の中の酸素濃度が少なくなることがあります。サイフォンを利用しても水が抜けにくくなりますので、メディア同士に隙間ができ、空気と水が通るような素材を利用しましょう。5つ目、費用対効果が高いものを選びましょう。アクアポニクスを作るサイズによっては、10リットルから数千リットルとかなりの量のメディアを利用します。規模が大きくなればなるほど材料のコストや運送費が増していきます。メディアを選ぶ際には値段にも注意しましょう。6つ目、できるだけ軽量なものを利用しましょう。メディアベッドの栽培方式は、栽培槽と水槽の高低差を利用して水を循環させます。そのため、メディアが重くなると栽培槽の台の強度を大きくせねばならず、台にかかる費用も増えてしまいます。メディアの重量もメディアを選ぶ際に大切な指標となります。ここからはメディアベッドの栽培方式のメリットを紹介していきます。メリットは次の通りです。1つ目、栽培システムを小型化しやすい。先ほども紹介しましたが、メディアは野菜を支える役目に加え、魚の糞の除去・分解をする役割があります。そのため、フィルターを外部に設ける必要がなく、水槽の上に栽培槽を設けて構築することができます。この写真のようにアクアポニクスを小型化しやすいので、室内栽培にも向いてます。2つ目に、メディアベッドの栽培方式では様々な野菜を育てることができます。左の写真のように葉物の野菜やハーブはもちろんですが、右の写真はビーツという根菜をメディアベッドのアクアポニクスで育てています。メディアベッドの水位をコントロールすることで根菜も育てることができます。また、ナスやトマトなど実をつける野菜も育てられます。右の写真はバナナを栽培している様子です。メディアベッドをうまく利用すれば、フルーツなど果樹も育てることができます。3つ目、DIY で作りやすいです。メディアベッドのアクアポニクスは DIY で簡単に作ることができます。ホームセンターなどで手に入る資材で簡単に DIY することができます。別の動画でも作り方を紹介していますので、ぜひそちらもご覧になってください。4つ目、メディアベッドのアクアポニクスでは消耗品は水を循環させるポンプだけです。メディアベッドを構成する材料は水槽、栽培槽となるコンテナ、メディア、栽培槽の台、ポンプ、配管となります。メディアは一度購入すると交換する必要はなく、使い続けることができます。また、コンテナや台は丈夫なものを選択すれば長きにわたって利用できます。ただし、ポンプは消耗品です。長く使っているとどうしてもパワーが落ちてきます。ポンプを選ぶ際にはギリギリの性能ではなく、少し機能的に余裕の持ったものを選択すると長く利用できるでしょう。では最後にメディアベッドのデメリットを紹介していきます。メディアベッドのデメリットは次のようなものが挙げられます。1つ目、メディアが重いため台の強度が必要です。メディアの栽培槽にはメディアを20センチから30センチほどの深さになるように投入します。栽培槽はメディアに加え水の重量も加わるため、それを支える台はそれなりの強度が必要です。人が作業する際の安全性などを考えると十分な強度を確保する必要があるでしょう。2つ目、魚が多くなるとメディアに魚の糞がたまることがあります。小さい水槽で小さな魚を飼育する分には問題になることは少ないですが、ある程度の大きさの魚を飼育し始めると、糞を微生物が分解するスピードよりもメディアにたまるスピードの方が速くなります。あまりにもメディアベッドに糞がたまりすぎてしまう場合には、洗浄するなどメンテナンスが必要になります。3つ目、メディアベッドのアクアポニクスは大規模化には向いていません。規模が大きくなればなるほど大量のメディアが必要になり、設備投資のコストが高くなります。メディアベッドは小規模な農場や家庭用に利用することに向いていると言えます。4つ目に
メディアベッドのアクアポニクスは水が蒸発しやすいです。メディアは日光に当たると熱を持ちやすく、 DWC や NFT といった他の栽培方式に比べ水が蒸発しやすくなります。夏場は特に注意が必要ですが、植物でメディアを遮光することでメディアが熱を持ちにくくすることができるでしょう。では最後に今回のまとめです。1つ目、メディアベッドはフィルターを追加する必要がなく、シンプルな構造で室内にも設置しやすいです。2つ目、メディアはハイドロボールにこだわる必要はなく、様々な素材が使えます。ただし材料によっては向き不向きなどがあります。3つ目、メディアベッドでは葉物野菜だけでなく、実をつける野菜や果樹、根菜も栽培できます。自宅でアクアポニクスを始めるならメディアベッドがおすすめです。これでメディアベッドに関する解説は終わりです。別の動画でメディアベッドのアクアポニクスの作り方も紹介していますので、ぜひそちらもご覧になってください。今回の動画が参考になった、役に立ったと思ったらいいねをよろしくお願いします。今回の動画に関する質問や動画のリクエストはぜひコメント欄に記入してください。今後もこのチャンネルではアクアポニクスに関する情報やアクアポニクスを制作する動画を紹介していきます。それではご視聴ありがとうございました。